なんだか最近疲れが取れない。家でゴロゴロしてよ。実はそれ、家にいるより外に出た方が脳が回復するって知ってました？どうも、マインドオーガナイザーのクー先生です。今回ちょっと語りかけてみた。どうでしょう。たまにはこういうのもいいかもね。とか言ってね。はい。猫ちゃんいます。はい。買いました。お気に入りいいでしょう。背景人間やかな方がいいかなと思いまして。あと髪、黄色くなりましたよ。いや、意外と好評ですね。はい。なんか思いつきで、まあ夏だし明るくしようっていう、まあただそれだけなんですけど、っていうどうでもいいですね。はい。さっさと本題に行きましょう。今回は、まあ最近は、投稿してんのが燃え尽き症候群対策とか、あとは脳疲労とか、まあとにかく頭の疲れ、精神的な疲労を取りましょうみたいなね、テーマは使ってるんで、まあそれの究極系というか、まあ実用的なテクニックの代表例ともいえる、まあグリーンワークアウトの効果とやり方について解説していきたいと思います。まあこんな風に脳を鍛え、メンタルを安定させ、思考を整えれば最強になれるっていうコンセプトでこのチャンネルをやっております。よかったらチャンネル登録お願いします。まあ今回紹介するあなたの人生の質 QOL を高めるテクニックは実はすごいグリーンアウトの科学ですね。皆さんグリーンワークアウトを聞いたことありますか？まあ読んで字のごとく、まあグリーン、緑でワークアウト、まあ運動ですね。まあ自然の中で運動をするってことですね。まあそのまんまですね。疲れてる時に外出るのって思った方もいるかもしれないですけど、実は家でゴロゴロしてるより外に出て、まあ、自然の多いところで運動した方が、まあ、脳疲労が取れるっていう研究データが出ています。まあ、私たちの脳っていうのは、まあ、思考性注意といって、まあ、スマホとかパソコンとか見てるとき、映像の処理をするために、まあ、注意が常に向き続けている、まあ、状態なんですね。そして一方、まあ、自然の中、まあ、風がそよぐ音とか、まあ、小鳥のさえずりとか、あとは遠くの水の音とか、まあそういう自然の揺らぎというか、まあそういう自然の音ですね。まあ環境音ってやつですね。あとは木漏れ日とか、まあ木の動き。まあそういうのは私たちの脳に、まあ強制的な集中を要さないんですね。まあつまりは本当にエネルギーを使わない状態。それこそまさしく自然な状態になれるですね。つまり自然の中で運動することは、まあ、最もエネルギーの消費、脳のエネルギー消費を抑えつつ、脳の血流を上げることで、まあ、脳疲労を洗い流したり、まあ、脳に栄養とか酸素を与えて、まあ、活力を上げて、まあ、エネルギーの高い状態にさせたりするのに、まあ、実に効率のいい、環境なわけですね。まあ、これを環境心理学では注意回復理論とか言ったりしますね。まあ、実際に809人だか、まあ、集めて屋内で運動させたグループと、まあ、緑の多いところ、まあ、自然の中で運動させたグループ、まあ、どっちの方がまあ、精神的疲労、まあ、不安とか抑うつも含めてですね、まあ、メンタルの改善に効果が見られたかと言われたら、まあ、圧倒的に屋内よりも屋外、まあ、自然の多いところで運動したグループの方が、まあ、この精神的なストレスとか、まあ、疲労とか、あとはメンタルヘルスの部分ですね、の回復率が大幅に高かったという研究データがありますね。なんで脳の仕組みから見たら、まあ疲れたら、まあ頭が疲れたら、精神とか頭が疲れたら、屋内よりも自然の中で少し動いてた方が、まあ圧倒的に早く、まあそしてまあ深く脳と、まあ精神ですね、の回復。まあ屋内で休むより、まあ自然の多いところでちょっと運動した方が、まあ回復率も高く、まあ脳とメンタルに非常にいいですよっていう、まあそういう話ですね。まあとにかく精神的に疲れたら外に出ましょう。緑の多いところに行きましょうって、まあそれが一番言いたいですね。で、あとはできればもう脳のエネルギーを使わないようにスマホを一切触らないでね。ただひたすら自然の中に、まあ動き回る。まあストレッチするとかでも何でもいいと思いますけどね。はい。それでは具体的に、まあ、おすすめのグリーンワークアウトのやり方ですね。まあ、やり方は別に、まあ、緑の多いところで運動すれば何でもいいんですけど、まあ、誰にでも簡単にできる手頃な方法といえば、まあ、私もよくやってるんですけど、まあ、ウォーキングですね。まあ、普通に散歩、緑の多いところを歩くだけでも全然いいですね。
実は今日ちょっと散歩してきたんですけど、いや、結構疲労が溜まってたんですけど、確かに体感としてすごいなんかスッキリしたのがありますね。最近寝不足が続いてちょっと忙しいアピールでもないんですけど、はい。最近睡眠時間がちょっと極端に短くなっちゃって、ちょっと今日もメンタルやや下がり気味だったんですけど、たまには散歩に行くかみたいな感じで、気軽に緑の多いところ行ったんですけど、いやー、全然違いますね。今めっちゃ元気ですね。はい。確かに家で休むよりは全然、外で動いてた方が、緑多いところを散歩してた方が、体感としても、回復量が全然違いますね。で、驚くべきことに、そんな何時間何十分も歩かなくていいんですね。このグリーンワークアウト、どれぐらいやればいいと思いますか？ 15 分 ?30 分 ?1 時間？さあ、どれでしょう？答えは全部違いますね。5分ですね。たったの5分グリーンワークアウトするだけで、効果は得られるという、忙しい人には特に嬉しい事実ですね。エビデンスとしては1252名ですね、を対象にした研究がありまして、わずかたった5分ですね、自然の中での運動ですね。たった5分しただけで、自尊心と気分の回復、自己効力感ですね。私はやればできるんだっていう感覚とかですね。調子がいい時のメンタルの感覚ってあるじゃないですか。あの感覚を取り戻す。特にそういう気分の改善ですね。に、最大級の効果をもたらすことが、実験で、証明されているわけですね。1252名ですからね。結構信憑性ありますね。5分でいいっていうのは驚きですね。いや、なんとも嬉しいですね。確かにもう何回も言いますけど、ちょっとしつこいですけど、めっちゃ今、頭が冴えてて、もうさっきまですげえ猛スピードでいろんなタスクを、処理してたんですけど、なんかかっこいい言い方しちゃってますが、ちょっと勘に触ったらごめんなさい。そうそうそう、いつもの3倍ぐらいなんだろう、トゥードゥ、やることリストですね、の消化スピードが違いますね。これはもう定期的にやらないとですね、っていうのを、実感してる今日この頃であります。なんてね。でもちょっとまだ寝不足なんで、本当はこの撮るつもりなかったんですけど、思わずちょっと元気が有り余ってて、脳はですね、思わず撮っております。はい。もう体は眠いんですけどね。これ終わったらすぐ寝ますね。はい。おやすみなさい。何の話してたっけ？で、このグリーンワークアウトの注意点ですね。主に2つあります。1個目の注意点が、激しい運動をしないことですね。このグリーンワークアウトの目的は、あくまで気分の改善とか、脳疲労を取り除いたりとか、回復ですね。が、最重要のミッションというか目的なんでね。激しい運動をして疲れたら、本末転倒じゃないですか。っていう、そういうシンプルな、理由ですね。脳科学的にも、この激しい運動で心拍数とか血圧とかを上げまくっちゃうと、脳の注意力が体の内側に向いて、その自然の効果、自然の揺らぎとかを感じにくくなっちゃうんですね。で、自然から得られる回復効果が、得られない状態になるので、屋外に出てる意味がなくなっちゃうんですね。激しい運動をしちゃうと。血圧がめちゃくちゃ、心拍がめちゃくちゃ上がるような運動ですね。なんでやっぱり5分間ちょっと歩くぐらいがちょうどいいですね。はい。ぜひお試しください。で、注意点の2つ目は音楽を聴きながら散歩はしないことですね。この自然音が、自然に耳に入ってくる。ダジャレじゃないですよ。はい。何言ってんだ私は。もうこの自然音、ちょっとした風の揺らぎというか、なんだろう。外に出てないと聞こえてこないかすかな音ってあるじゃないですか。環境音ってやつですね。そういうなんか自然の揺らぎ、F 分の1の揺らぎとか言うんですけど、脳波にとって、脳波というか、脳にとって心地よい周波数なんですね。その音を、取り入れることで、その脳の回復力も高まるので、自然音、バイラルビートとか言うんですかね。そういう F 分の1の揺らぎのする周波数のある音とか YouTube とか探せば出てくるんで、それを聞きながらでも全然いいとは思いますけど、この仕組み的にですね。でもせっかくなら、モノ本能って言ったらあれなんですけど、本物の自然の揺らぎ、生の揺らぎですね。を取り入れた方が、気分的にもいいじゃないですか。はい。
まあ、プラシーボかもしれないですけどね、思い込み。まあ、F 分の1の揺らぎの周波数が出てる音楽だったら、まあ、それはそれでありかもしれないですけどね。はい。まあ、とにかく、まあ、回復が目的なら、まあ、音楽はちょっと我慢してくださいっていう、そういう話ですね。もう自然を聴きながら、のんびりゆったり自然の中を歩くのが、まあ、ベストですね。はい。スマホを触らずに。まあ、注意点は主にこの2つですね。まあ、ぜひ意識してみてください。まあ、さらにこのグリーンワークアウトの効果を高めるポイントとして、まあ、樹木が発するフィトンチッドって言われる、まあ、香りの成分があるんですけど、まあ、木特有の樹木特有のなんか樹液っぽいでもないですけど、本当にウッディな香りっていうんですかね、まあ、かっこいい言い方をしたら、まあ、そういうウッディの香りですね。そのフィトンチッドが含まれている香りの成分をまあ、吸い込むことで、まあ、免疫細胞が活性化するらしいですね。いやー、ちょっと私苦手なんですよね、樹木の香り。実は。もう、ヒノキとかもなんか、ヒノキ風呂っていうぐらいなんか、いい香りのように、まあ、使われてたりするんですけど、一般的には。まあ、私はちょっと全然ダメですね。ヒノキとかも苦手ですね。ウッディ系あんまり好きじゃないんですけど、でもその木特有の香り成分、が実はまあ免疫細胞を上げてくれてるわけですね。いやちょっともったいないですかね。なんでもう自然の中を歩きながらもう深呼吸するのもまあ結構まあ脳疲労を取り除くコツの一つですね。でなんと驚くことにこの免疫細胞の活性化ってのは30日続くらしいですね。一度吸い込んだだけで30日すごい長持ちみたいな。すごいスマホの充電より全然持ちますね。はい。まあとにかく疲れたら外に出て、まあ、太陽の光を浴びるのもいいですし、まあ、太陽の光を浴びると、まあ脳内物質、神経伝達物質のセロトニンっていうのが出て、まあセロトニンについては詳しく以前動画にしてるんで、まあそちらを見ていただきたいんですけど、まあ、セロトニンが出ることで、まあ気分の安定、まあ抑うつとか不安とかも、まあ軽減されやすくなるんで、まあ、太陽の光を浴びるのも大事ですね。あと、まあそれプラス今日紹介したグリーンワークアウトですね。もう自然の揺らぎを全身に浴びながら、まあ、ゆったりのんびりスマホを持たずにイヤホンをせずにただただ自然の感覚自然を味わいながらまあ歩いてみてください。いやもう何回も言いますけどまあ今日も行ってきたんですけど全然違いますね。まあ眠いは眠いんですけどすごい気分は元気メンタルは元気というか脳も元気なんで疑問系いや、眠いからな。元気なのかな。まあ、元気ですね。はい。気分はめちゃくちゃいいですね。まあ、中にはね、まあ、そんな、周りに自然ないよとかいう人もいるかもしれないですけど、まあ、自然の映像でも実はいいらしいですね。その、自然特有の、まあ、光の周波数の揺らぎとかがいいらしいので、まあ、その自然の映像でも全然いいらしいですね。あとはまあ先ほど言った環境音聞きながらストレッチするだけでもまあ効果あると言われてるらしいので結局結論家の中でも回復できるって話になっちゃうんですけどでもそれでも自然の効果を得る方が自然の効果を得ないよりも段違いに回復量が回復効率ですねが全然違うのでやっぱり自然を感じながら休むってのは大事ですよっていうまとめになりますね。はい。まあ現在なんか脳疲労、まあ頭がなんか重くて気分も晴れないっていう人はぜひまあ騙されたと思ってまあたった5分間でいいのでまあスマホを持たずにイヤホンをつけずにまあ自然の多いところを散歩してみてください。まあ今回は詳しく触れてないんですけどブルースペース効果って言ってまあ水辺の近くですね。まあ、川とか海とかそういう水を感じられる水の音とかまあそういうのですねを感じられる場所を歩くと、まあ、さらにこのグリーンワークアウトの効果が高まると言われてますね。はい。まあよかったらぜひそちらも試してみてください。もうたったこの5分間がまああなたの脳のモヤモヤを全部吹き飛ばしてもう活気ある、まあ、元気な状態にしてくれることでしょう。やっぱり自然の多いところに住むってのは大事ですね。まあ、人間も、まあ、都会、まあ、コンクリートに囲まれて生きてはいますが、まあ、自然の中で生きてきた時間の方が圧倒的に長いので、やっぱり
人間も自然の一部なんだなっていうね。自然の効果を受け入れやすく本来できてるはずなので、ぜひ皆さん屋内だけじゃなく自然の中に出て、休むってのもやってみてください。このチャンネルではこのように脳を鍛えメンタルを安定させ思考を整える最新の実用的なノウハウを解説しております。今回の動画が面白かったらぜひともチャンネル登録高評価をお願いします。再生リストも概要欄にあるのでぜひいろんな動画見てみてください。ということでマインドオーガナイザーのくーでした。またね。ぜひ5分でいいので自然の多いところで散歩してみてください。バイバイ。